はようございます。今日は土曜日です。新居での暮らしも体に馴染んできました。4畳の作業部屋は狭いかと思いましたが、思いのほか快適です。いつもと変わらず、コーヒーをすりながら作業に没頭します。ただ、物が収まりきらず、至るところがごちゃついています。いろんなものが視界に入ってきて、集中力が低下します。心の治安を守るべく、部屋を整えることにします。無印良品で大量の収納ケースを手にしました。迷った時は無印を買っておけば間違いないです。この白ともグレーとも言い難い絶妙な色合いが好きです。では早速棚を整えていきます。まずは棚の荷物をすべて取り出します。なんということでしょう。匠の力によって煩雑な棚も生まれ変わりました。視界からノイズが消滅しました。若干グレーの色合いが違うのが気になります。そして棚をひっくり返せば書籍の背拍子を見せたスタイルにすることも可能です。こちらの方が仕事ができる感が出ます。書籍の脇には小さな収納も完備です。ここに細かいグッズを収めています。棚の上部は依然として散らかっているので、ここは今後要検討です。その後はキッチン周りを整えたり、ダイニングの椅子を設置したりしていました。少しずつ暮らしをアップデートします。新調することで暮らしはだんだんと快適になってきました。単身であればすべてドン・キホーテで済ませることができますが、誰かと共に人生を歩むとなると、そうは問屋が下ろしません。出費がかさんできたので、今日は錬金術を決行します。自室にはカメラ機材が大量に眠っています。YouTube を始めてから三脚沼に陥ってしまい、いろんな機材を試していました。無駄に場所を取るので、メルカリに出品して家計の足しにしようと思います。一つずつ丁寧に写真を撮って出品します。この作業が地味に時間がかかります。時給換算すると、スズメの涙のような利益です。こんなことよりも、本業で年収を上げていけるように善処します。
愛用してきたグレーパーカーです。見バレ防止のためにと愛用してきましたが、どうでもいいと最近思うようになってきたため、それを通す機会も減ってしまいました。さらに、犬のようなフレーバーも醸し出してきていて、洗濯しても匂いが取れません。少し悲しいですが、処分します。このテレビも、なかなかに年季が入っています。テレビも新調しました。でかくて薄い。科学の進歩を肌で感じます。だんだんと暮らしが整ってきました。出費がかさみますが、心は豊かになるという反比例のグラフを体感しています。金を使うだけでは破滅へと向かってしまうので、仕事環境を整えて年収アップを目指します。リビング仕事部屋化計画を遂行します。手始めにリコム A9Max というミニ PC を手にしました。こいつをリビングにこっそりと設置して仕事部屋を作ります。スペックはこちらです。サイズの割にかなりハイスペックです。動画編集やデザイン作業もサクサクできそうです。説明書を見ながら設置を進めます。この付属のマウントを使用することで、モニター裏に直接設置することもできるようです。コンパクトなボディが織りなす技です。今回はテレビの脇に設置します。配線も簡単ですぐ接続できました。シルバーの質感とフォルムが美しいです。接続端子周りも充実しています。よく写真を撮るので SD カードを直差しできるのも助かります。このミニ PC で写真を管理するのも良さそうです。最強のミニ PC も設置したので、続いてキーボードとマウスも設置します。これで全て整いました。少々時間を有しています。ダウンロードが完了するまでの間に晩ご飯を作ります。今夜はホイコーローを作ります。僕は作られている様子を見守ります。完成しました。栄養バランスも完璧な最高の飯です。いただきます。いい辛さと旨味です。連日の仕事と部屋の改造で疲れていましたが、気力が回復しました。PC のダウンロードも終えたので、作業再開です。
普段は Mac を愛用しているので、Windows の操作感は慣れないかなと思っていましたが、案外操作しやすいです。中学生の頃、初めて父親に買ってもらったパソコンは Windows でしたが、その頃よりも格段に進化しています。近々帰省するので、また新幹線を予約します。家族と一緒に画面を見ながら、マップや新幹線の予約やスケジュール管理できるのは快適です。今までノートパソコンばかりでミニ PC は使ってこなかったですが、リビングに設置してサブ PC として活用するのは結構ありだなと思いました。2週間の月日が流れました。今日は遅くまで残業していたため、遅めの帰宅です。一人黙々と晩ご飯を作ります。先日父から大量の野菜をもらったので、野菜を消費します。ナスとゴーヤと唐辛子を切り刻みます。ナスとゴーヤは水に浸します。そしてナスを炒めて油をさっとかけます。油が馴染んだらゴーヤと唐辛子を加えます。そして味付けです。酒大さじ1、味噌大さじ1、砂糖大さじ1を加えて炒めます。しっかり味が染みたら完成です。ナスとゴーヤと唐辛子の味噌炒めです。いただきます。我ながらいい出来栄えです。ナスと野菜たちの柔らかな旨味が口の中に広がります。腹も満たしたので作業再開です。ミニ PC を起動してリビングの広々とした環境で働きます。ギコムにはデフォルトで AI も搭載しており、様々な質問に対応可能です。試しに広告企画を考えてもらっています。続いて、デザインのアイデアの参考画像を探します。参考画像探しも大画面でするとはかどります。リビングを第二の作業部屋として活用できそうです。霧のいいところまで作業ができました。ぼちぼちシャワーを浴びて寝るとします。ここ数ヶ月で暮らしを快適にすることができました。仕事はまだまだ忙しいですが、今後も新居での仕事環境を整えていきたいです。できれば、ドライヤーも以前のように空中に浮かせたいですが、家庭内の倫理が通らないので、叶うことがなさそうです。今後も抗いながら生きていきます。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。